んにちは、メイです。今回はオランゼ島シーズン2のさら地から完成までの総集編です。長時間になるので作業のお供などにぜひご利用ください。ちなみに音声なしバージョンも投稿したのでお好きな方を選んでください。チャンネル登録はまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。新シーズンのオランジェ島はマイデザインの縛りは特になくて、自分で描いたりお借りしたりしていきます。この古そうな木は自作です。木のマイデザインは描くのが難しくて、いつも大苦戦して3日間ぐらいずっとこの木だけを描いていました。いろんな木の描き方を参考にしたり、実際に木を見たり頑張りましたが、まだまだ上達の伸びしろしかなさそうですね。今敷いているのはコンクリートのマイデザインです。つぶつぶザラザラ質感にこだわりました。木の板を左右に伸ばしていきます。水浸しといえば海、海といえば砂浜、砂浜といえば乾いた古い木という安直な考えで木を張っています。本日初登場の水です。桟橋風に使える水のマイデザインです。今回は水のマイデザインをたくさん描いています。オランジェ島をしっかり水で覆わないといけないですからね。道路を敷いていきます。これも自作のマイデザインで砂っぽい乾いた道路をイメージして作っています。ちゃんとした道路を描くのは初めてでしたが、ちょっとうまく描けたので結構満足しています。かといって世の中には道路の達人がいらっしゃるので、このマイデザインは投稿しないかもしれません。あくまで自己満足の世界でよくできたなので、この道路は道路の側面をあえてぼかしたりせず、しっかりと線を引いています。何かとセットで使う前提ですね。今回は木とセットで使っています。案内所の方まで道を伸ばしていきます。案内所は近いくせにエントランスからまっすぐ行けないところがまた難しいポイントです。逆に言えばなんとかなればいい感じになる可能性しかないですね。案内所に入る道はちょっと太めの3マスです。住民とすれ違う時に肩がぶつかってイチャモンをつけられてしまう可能性を低くします。道路が敷けました。その下準備のためにまず自宅の地面を砂だらけにしていきます。今回の島は水浸しにするので、砂の地面をこれでもかというくらいに使っていく予定です。海のマイデザインを描いたので砂浜との相性がいいんですよね。後ほど海のマイデザインをお披露目します。デフォルトの地面同士だと隙間が空いてしまうので、先ほど敷いたマイデザインの下にも砂の地面を敷きます。透明ドットのないマイデザインなら地面に埋め込まれることなく綺麗に貼れますからね。コンクリートのマイデザインを敷いて道路の端処理をしていきます。自宅の場所を決めるために後で飾り付ける家具を仮置きしていきます。木を敷く前に置いた方が時間の節約になりましたね。自宅を建てます。まずは船を片付けて砂浜に海を作っていきます。この海のマイデザインは熱森内の海と川の色に合わせて作りました。なので物理的に川を掘らなくてもそれっぽく見えるようにという魂胆が丸見えですね。波打ち際のキラキラっとした反射部分がお気に入りです。水のゆっくりとした揺らめきを表現するのにめちゃくちゃ時間がかかってしまいました。水面のゆらゆらがこだわりポイントでもあります。水単体でも使えるようにするためにいろんなパーツを随時更新していく予定です。今揃っているパーツは波打ち際基本パーツ13個、水門、桟橋風、崖の下の影、10日の水面となっています。このオプションパーツが作りたくて自分で海を描いたと言っても過言ではありません。あとは思いつき次第描こうかなと思っています。ここは船の駐車場みたいな感じのところです。水浸しの島なので一家に1台は必要です。海に関係ありそうな家具を置いていきます。水門の上にはデコイを置いてまるで泳いでいるかのように。ヤシの木を上陸させて海っぽさを出していきます。木と海の間に丸太の杭を置いて疑似の端にします。今回のオランジェ島にたくさん出てくる予感しかしません。
ヨットのこの部分が出ていると見栄え的な問題があるので、手前に柵を立てて見えないようにしていきます。周りの景色を整えていきます。本来遠近法を使うのであれば手前は大きく奥は小さくするのですが、この時は完全に忘れています。木の大きさを M か L サイズにすると良かったのかもしれませんね。目線を通り抜ける場所にシティサイクルを置いて目線を誘導できるようにします。後で説明します。ここもまた疑似の橋を作っていきます。水を足していきます。水の境目は麦畑で隠します。反対側は岩が多いので思い切って水浸しにします。ここは一応釣りができることになっています。水門と釣り竿を合わせると浮きがあるかのように見えます。これがやりたくてここに水を追加しました。道の先に自転車があるのでちょっと見てしまいますね。コンクリートにさらに麦畑を追加していきます。麦畑で水草を表現していき、本物の海と場所を置けます。自宅の左側も波打ち際にしたいので砂浜を拡張。本物の海も見えますが水浸し感がさらに出るので OK です。海に海が近いっておかしいって思ったりもしましたが、ファンタジーなので何でもありです。現実ではとか考えていたら自由な発想で作れなくなって、自分で自分の首をよく絞めているので考えません。島主なので船は2台持ちです。こちらはオンボロ船です。草地と砂浜の間を隠すようにして麦畑を置いています。違和感が多少薄まるのでいい感じになってきましたね。ここだけカメラで映せばいい感じですね。道路が少し寂しいので家具を足していきます。空港から見るとまず手前の自宅が目に入った後、その後案内所へ目線が行くようになりました。奥行きが少しずつ出てきましたね。案内所前を作っていきます。道から木の板を伸ばし案内所直通の道を作ります。案内所前は住民たちの憩いの場にしたいのでカフェスペースにします。案内所が大きなお店のような感じですね。砂浜に向かう道もつなげておきます。入り口っぽく素朴なパーティーライトを置いてカフェも盛り上げていきます。木の道の左側は少人数で楽しむようにカフェテーブルを置きます。案内所前は住民たちが反応してくれる率が高いので反応しそうなものを中心に。花も結構反応してくれますよね。これ以上増殖しないようにマイデザインを敷いていきます。敷いたところを忘れないよう色をつけています。右側は大人数でも楽しめるスペースにします。最近お気に入りの丸太のラウンドテーブル。小物を置くときに工夫しなければなりませんが、フォルムが可愛いので大優勝です。椅子はまるで肉球の形になるように置いていきます。半分だけ置く感じですね。半分なら場所の節約になるのでおすすめです。右側に作るものによってここの部分は変わってしまうのですが、仮で作っておきます。左奥に紫のヒヤシンスがあってそこだけ重い感じになっているので、今回は紫のヒヤシンスをこちらにも植えてバランスをとっていきます。これで全て完成です。まず案内所の裏に水たまりを作っていきます。どこでもかしこでも水場を作る、それがオランジ島です。裏に抜けられるように一部だけ水はつけません。桟橋風になるマイデザインを貼っていきます。この2つのマイデザインがあるだけで水場が作れるので便利ですね。木の板を貼って出口を作っておきます。今回は木の板を使わずコンクリートを使って地面を水から浮いている風にします。道でも木でもコンクリートでも何でもありですね。前回作った道を伸ばして堤防の方までつなげれるようにしていきます。何でもありなファンタジー、それがあつ森のいいところですね。
今回も現実ではありえないファンタジーな組み合わせを楽しんでいきます。堤防を作っていきます。堤防の上に道路を作っていくので大きめに作ります。横13マス以上、縦5マスですね。作りたい道路の大きさによって変わってくると思うので、あくまで参考程度に。階段を設置するために6マス分ずります。横向きに設置するので縦2マス、横3マス分ですね。海抜0メートル地点に位置するこの堤防は強くしたいのでコンクリートで固めていきます。ライトグレーにデフォルトのリメイクのコンクリートです。横に4マス削ってこの前に家具を飾り付けて強度を高めます。シンプルなパネル2枚置いたらその手前にフェンスを置いていきます。手前の擁壁よりかなり強そうな見た目をしています。今回のオランジェ島は割と街に近い感じになりそうな予感がしています。このタイルは砂砂のタイルでコンクリートに砂がついたような感じをイメージして作りました。島全体が水浸しなのでカラカラに乾いたところのギャップがないとどんよりした雰囲気になりがちだからです。湿地帯よりも熱帯なイメージですね。何かを作るときにやりすぎたなーって思ったときは減らすか、減らさなければ多いものの逆の要素を取り入れてバランスを取ることを大切にしています。堤防前を飾り付けていきます。タヌキがふらっと外に出た時にちょっと休憩できるようなスペースにします。自販機は2種類選び放題です。島とねりこの右側は上の堤防をある程度作ってから後で作ります。石壁は案内所前で使っているので雰囲気を合わせるためにこちら側にも採用しています。堤防を拡張していきます。横に小さすぎて波を防げなさそうですからね。階段の奥は海を見渡せる休憩スペースです。下の自販機で買った飲み物を片手に海を見ながら眺める、そんなスペースを目指します。行き止まりの道からやってきた謎のトラックを置きます。あまりにも横に狭すぎたので拡張します。作ってはマイデザインを貼りの繰り返しです。トラックの前に横断歩道を敷いてメリハリをつけます。中央線からはみ出る車たち、危ないレイアウトです。柵をつけてガードレール風に。ガードレールの柵が次回作では採用されてほしいですね。またもや道路へはみ出す信号機くん、安全は考えていないレイアウトです。一マスだけ拡張します。横断歩道の出口も9マス崖を作ります。ここにも階段を設置して海に降りられるようにします。疲れ切ったナヌケチが誤って転落しないようしっかりと柵をつけておきます。住民たちが通れるようにしっかりと一マス開けていきます。天気がいいので続けて崖を作っていきます。斜めの道にしたいので崖も斜めに作っていきます。余裕を持たせて大きめにいろいろ作っていたら島の奥の方まであっという間に行きそうなので少しでも奥を開ける作戦です。オランジェ島初登場の斜めの道です。マイデザインのパーツが足りなくて書き足しながら作っています。堤防下の島とねりこ横を仕上げていきます。ここにも水を追加するので砂の地面を敷いて道も案内所の方まで伸ばしていきます。この道は右に何を作るかで今後変更される可能性しかないですね。ヤシの木を植えて隠していこうと思ったらなんと植えるスペースがどこにもなかったので道を手直し植えます。最初にヤシの木を植えてからマイデザインを貼った方が良かったですね。昔から木を植えれる場所を甘く見積もりすぎてしまいがちです。便利アイテム麦畑を置いて砂浜の端を隠します。ついに来ました、海作り。まさかこんなに時間がかかるとは思わず編集している私もびっくりです。
砂浜を海になる予定の半分くらいまで敷いて効率よく海を作っていきます。更地にするときにマイデザインを消して砂浜を消してって大変ですからね。ただいま10倍速中です。エッサホイッサという掛け声が似合いそうなくらいの動きですね。砂浜が敷けたら波を作っていきます。大きな海を作るときは波は一直線に横向きのものをつなげるのではなく、うねうねさせながら波の輪郭を作っていきます。強く波が来たところと弱く波が来たところでは砂浜に上がってくる海の量が違うからですね。うねうねさせてあげるとかなり自然な感じになるので、なんかここおかしいなと思ったら大きくうねらせてあげてください。僕の方は映んないから大丈夫と言ってさら地化していなかった平らさがバレていますね。全面に海を敷きます。透過パーツとそうでないものは砂浜の上では色が変わるので、こういう時は透過パーツを使います。あとは適当に海にきらめきを与えます。位置が決まったので灯台作りです。灯台は一段高い位置にしたいので2段目を少しだけ作ります。円形を作るときは遠い場所は一段上げるといい感じに見えやすいです。いらない部分は削っておきます。洞窟を飾って岩場を作ります。これのおかげで在庫の石がゼロになりました。石のご支援いつでも受け付けております。洞窟は全部で3つ並べます。斜めに飾っていくといい感じになります。海岸沿いに緑があると良いアクセントになって結構好きです。あえてヤシの木は使わずもしゃもしゃした感じに、松を使うとかなり和風っぽさが出ますね。海の方もどんどん飾り付けて海っぽくしていきます。アヒルはあまり海っぽくないんですが、水の近くにいそうな生物としては優秀ですね。海のギリギリの部分に貝を置いていきます。貝を置くだけでかなり海っぽさが出てきますね。木の枝とか浮き輪を置いても良さそうですね。最後に斜めの道の部分に柵をつけていきます。R な街灯とかつけたくなる見た目の道です。自宅も海に囲まれたやばい土地なんですが、さらに海を増やしてやばさもマシマシにしていきます。自ら追い込んでいくスタイルですね。砂浜を敷くのは最低限にして、更地化するときに面倒な作業を一つ減らすことを見据えています。そもそもこれだけマイデザインを貼っているので剥がすのが大変ですね。ちなみに透過されているパーツとされていないパーツだと砂浜に敷いた時に色や質感が変わるので、砂の道プラス透過されたマイデザインを使うとリアルさが増しておすすめです。雨の時も砂の道の本来の形が浮き出てくるので良い質感を出してくれるんですよね。完璧を求めるならそれですが、私は面倒なのでやりません。ここの端処理が難しいので後で家具を使って何とかします。船着き場を作るために桟橋を敷いています。桟橋なしの影付きタイプのマイデザインも同行していますので、お好みに合わせてお使いください。木を敷いて桟橋を作っていきます。道路を敷いていきます。コロン道路はあんまり人気ないかなと思って投稿していないのですが、いろんな方に道路も投稿してほしいと嬉しいお声をいただいたので、調整が終わったら投稿しようかなと考えています。昔に書いたマイデザインを消してしまうことになるので、欲しいものがある方はお早めにダウンロードしてくださいね。オランジェ島のコードはこれなので、ここからチェックしてください。多分橋がグレーの道路をごっそり消すかと思います。作った作品を消すのは心苦しいですね。2段目を作っていきます。
ここの2段目に2軒ほど住民を住まわせて港の管理をしてもらいます。大まかな計画としては1階にお店を作って2階は住宅街という感じですね。この2段目は前回作った堤防とつなげていきます。堤防は長ければ長いほど波を防いでくれそうですからね。この堤防をどこまで横に伸ばすかはまだ決めていません。もしかしたら島を横断する形になってしまうかもしれませんね。まず2段目は住民宅を2軒、そしてその裏をまた海を眺めるスペースを作ります。海というか山ができる予定ですね。海なのに山って感じです。ちょっと何言ってるかわかんないですね。へこんでいる部分は階段を後で設置します。島と練り子で中心を決めて住民宅を設置。石の階段をつけていきます。まだまだ序章なのに3つ目で今後が心配です。階段の設置と住民の引っ越しで今夜はタヌキを寝かせません。無事に工事を完遂してくれたようです。道路と崖横のコンクリートを敷きます。岬をどうするかで今後変わる可能性しかない場所です。こちらはチーフの家です。とりあえず全部消しました。西部の街並みを置いてたまにシンプルなパネルを置きます。コンクリートに這うツタは書き直し予定です。ツタは細かいのと色を使いすぎてしまうので結構難しいんですよね。こちらはお店という設定なのでお店っぽいものを飾り付けていきます。海と船、道行く人を眺めながらカフェタイムです。結構魚とか上がる予定なので空気は生臭そうですね。ここが入り口です。ドアの前デザインに影がかかるとちょっとリアルに見えて結構好きですね。ちょっと現代的な港にしたいので丸い街灯です。工業の施設にありそうな感じがいいんですよね。船が港に戻ってきてる感を出すために桟橋は荷物でパンパンにします。オレンジの浮き輪と青い海の色の組み合わせが好きですね。海辺は色が青系や白になりがちなのでたまに反対色のオレンジを入れてあげるといいアクセントになります。好きな組み合わせはしっかりとここでも活用していきます。しょぼい釣り竿とブリキのバケツ、そしてディレクターズチェア。オランジェ島のあちこちにこの組み合わせを置いてしまいそうです。パーテンションポールの縄部分が海によく合います。こちら側の桟橋はホワイトで決めていきます。ちなみにラジカセからはケケパリが流れています。奥の街に合わせた感じですけどちょっと合っていないような気もします。違和感のある部分を直します。つなぎ目がどうしても変な感じがしてしまいます。いろいろ考えてマイデザインも貼りましたが違和感が拭いきれないので結局麦畑で隠します。コンクリートの部分と海の間を船で隠してつなぎ目を見えないようにします。途中まで敷いていたマイデザインを敷いていきます。2軒で1つの家風にするためにつなげていきます。家の裏はバルコニー的な存在にしようかなと思っています。道がつながっているのでプライバシーなかけらもないですけどね。前回作った堤防とも道をつなげます。通りにくい道なのでギリギリこちらからのプライバシーは守れるかもしれません。中世の街並みを置いて一つの家風にします。入り口が2つなのでパッと見2世帯住宅ですが中はつながっていないので屋内のみのプライバシーは確保できていますね。ナチュラルなスクエアテーブルにデコイを置くと遠目で見た時にまるで屋根にデコイが乗っている風に見せることができます。結構お気に入りな組み合わせです。2段目は狭くて柵を置くと狭さが加速してしまうのでフェンスを囲うように置いて柵の代わりにします。フェンスの芯の使い方ですね。ここの裏は今後山を作るのでフェンスは撤去するかもしれませんがとりあえず今回の見栄えのために置いていきます。作っている途中に計画変更するのはありがちですよね。
キューブライトをコンクリートのマイデザインにリメイクして電気を切るとコンクリート風ブロックができます。船着き場に置いたりしても可愛いのかもしれませんね。この辺りは多分買えるのですが、なんとなく置いています。道幅が狭いのでかなりシンプルです。緑の部分は今後海と山になります。これで全て完成です。以前作った海を拡張していきます。まずは砂地を作って大体の砂浜の位置を決めていきます。今日は案内所の裏に作った海を拡張して、その海の橋処理をする感じですね。海と陸地の境目はどうなっているのかということを知らない人生だったので、今回かなり調べました。海に行っても海の橋を見るということをしたことがなかったので想像つかなかったんですよね。私が Google 先生に聞いた限りだと、海の橋はだいたい3つ、砂地、崖、岩場という感じでしたね。詳しい名前があるのですが、集まりには関係ないので今回はスルーします。今回の橋は砂地と岩場の予定です。海の横に崖があっても、そういう地形が世の中にはたくさんあるみたいなので安心して作っていきます。海と海に囲まれた地形ですね。よくこの西側の河口でじゅんくんが歌っていますが、残念ながらこの場所は潰していきます。今回は全く地形を生かすなどしない強行開発派なので、住民からの反対の声が上がりそうですね。島クリエイトは島主の一存で全て決まってしまうので申し訳ないのですが、住民には不便な思いをさせてしまうかもしれません。海を作っている時点で察しですけどね。崖はそんなに大きくなくていいので、横3から5マス、縦15マスもあれば写真に山を収めるには十分だと思います。崖側に少し緑を残したいので、砂浜を削って内側に拡張していきます。ヤシの木は砂浜でも大丈夫ですが、今回は他の木も植えるので地面が緑の方が自然っぽいかなと思って砂浜を削っています。削った分だけ内側の砂浜を増やす感じですね。とりあえず大きめに崖側に緑を残しておいて、後でまた砂浜を調整していきます。発売当初からつもりをやっていますが、山を作ったことがなくてかなり手探り状態でやっています。初めて山を作るのでちょっと効率が悪いですね。崖と崖の間に3マス開けて木を植えられるようにします。崖側の側面を隠すために木を植えていく準備です。木は最大サイズのものを使っています。木が植えられないところはシマトネリコを置きたいので崖を少し削ります。山なのでシマトネリコの台座はブラウンです。通れなくなりました。利便性はゼロです。2段目に木を植えるために少しだけ拡張します。円形を作る時の木の植え方は、手前にある木と同じ縦列に植えてもずれて見えるので安心して同じ列に植えます。手前は大きく遠くに行くほど小さくするのと、左側が高くなる想定なので左側を大きな木を植えます。常に内側の海側の木が小さくなるようにします。1段目にも木を植えるために崖を削ります。1段目は2段目にある木より小さくなるようにしていきます。植えられない時は観葉植物を置いて木を足します。よく成長止めの木を忘れてしまうので気がついた時に植えています。まだこの辺りは大きめの木です。ここから少しずつ小さめにしていきます。針葉樹の方が大きいので手前に一番大きなサイズのものを入れ替え、見えるだろうと置いても意外と見えないのが円形作りの困ったポイントですね。山を置いて斜面っぽくしていきます。意外と2段目は少なめで良かったみたいです。1段目にさらに山を置いて斜面を作っていきます。アップデートした当初、山ってどこに使うのと思っていましたが、あれから2年後に使っていますね。円形を作るのに最適アイテムだったんですね。この辺りの木はかなり小さめにします。遠くの方に見える普通サイズの木みたいな存在感にしたいからですね。砂浜を木のギリギリまで拡張していきます。砂浜と草地を自然な感じで分けられたらよかったのですが、なかなか難しいですね。
マイレザで描くにも草地の色に合わせないといけないとなると、季節ごとに描き換えるのが大変ですよね。砂地と草地の間を隠すかのように家具を置いていきます。海と陸の境目は岩場も多かったので石も置いていきます。境目を隠すのに光苔の岩がかなり優秀なことに気がついてしまいました。写真に写るギリギリな部分は遠くの島みたいな影になるようにしていきます。木の根元を隠すかのように草や花を植えます。植物の間からちゃんと見えるようにちょっと大きめの木を植えていきます。綺麗にもさもさっとした山が作りたかったのですが、今の私の実力だとこれが限界のようです。海の端なんで海は C カーブさせていきます。写真を撮るときにも C カーブがあると構図的にも良さそうなので、なるべく C の形に近づけて作っていきます。山の端の方は海が使っている想定なので、そちらの方に海が行くようにします。写真を撮るときのことを考えながら作るのは難しいですね。波の輪郭ができたので水浸しにしていきます。適度に波のきらめきを海全体につけていきます。海に使っている想定の岩場を作ります。マイレズでもこういうところを書き込みたいですよね。ラタン風のラグを敷きます。砂浜と同じ色すぎるので書き換えが必要ですね。季節によって砂浜の色も微妙に変化するので、同系色系の色の調整が難しいなといつも思っています。灯台の後ろに2段目を作って、いつか作るであろう道路の一部を作っていきます。それにしても毎回背景が汚いです。レイジに10ロードをしてもらわないといけないですね。ただ10万ベルなので悩ましく、結局自分でやるしかないのかと諦めているところもあります。レイアウトは後で変えますが、とりあえず置きます。これで完成です。新住民メイプルちゃんも見に来てくれました。ここから横に12マス。2段目にエイブルシスターズを乗せていくので、ちょっと大きめに作っています。イメージは崖の上の仕立てや、魔女宅のグジョケパン店の裏庭のような雰囲気にしたいという願望から2段目に作ることにしました。ジブリを見て育ち崇拝しているので、海といえばポニョと魔女宅ですね。一番好きなジブリは魔女の宅急便です。今回の島作りではそんなに崖を作る予定はなかったのですが、海のマイデザインを貼ると全体がのっぺりしてしまうので、崖を作ってメリハリをつけて飽きが来ない島にしていこうと頑張っています。道路を拡張するために2段目も拡張させていきます。次回また大きな海側をさらに海にしていく作業をしていくつもりです。以前作った海を拡大させていきます。今日も元気によっこらしょっと砂を増やし海を増量させます。崖の近くはちょっと立体感を出すために影付きの海を使います。のっぺりさせないように必死ですね。というよりあまり使っていないマイデザインを使いたいだけなのかもしれません。案内所横側にも水を足していきます。何を作るか何も考えていないので、とりあえず敷いていく感じですね。あんなに歩いて場所を決めたのにミスっていたので、左側を1マス削って右に1マス増やします。すべてが台無しとなるわけではなかったのでギリギリセーフですね。崖を作っている時に突然住民が崖の近くに座り出さないか不安になります。島クリエイトをしていると工事に反対しているのか突然縄張りを主張し始めますよね。あの現象にそろそろ名前がついていたりしないですかね。水が失われし場所に水を補充します。桟橋の上に店を建てていくので木のマイデザインをとりあえず敷きます。案内所横の道もつなげていきます。新しい場所作りのために過去に作った私の作品もぶち壊していく所存です。道路になる予定の場所から疑似の橋を作っていきます。下手屋の入り口にパーゴラを立てて、ここを起点にいろいろ組み立てます。飛び石は根が張っていて今にも動きそうなタイルですね。この木はシスターズのシンボルツリーなので3本植えます。下手を引っ越しさせます。
パーゴラをもう一つ追加。2段目ということもあり、しっかりと柵をつけていきます。素朴な木製の柵は原点にして頂点と言っても過言ではない可愛さです。モンスターを庭に埋め込みます。お店かつエイブルシスターズの庭なので花を植えていきます。いつもより可愛さを目にしています。柵をぐるっと一周つけていきます。あさみさんはいつも働き詰めなのでちゃんと柵をつけてあげないと危ないような気がしています。テーブルには得意の陶器のジャグ、そこにあるヒヤシンスを引っこ抜いて入れたくなりますね。お店なのに洗濯物ってどうなのって一瞬思いましたが、お洋服がディスプレイされてると思えば OK。 洗濯物はよく日の当たる南側に干したくなりますね。不要な崖を削っていきます。結局手直しだらけですね。たぬき商店の場所を決めるためにとりあえずマイデザインを敷いていきます。海に浮かぶ設定なので木の上ですね。たぬき商店を浮かせるために木の板を敷いていきます。右側は簡易ガスステーションになる予定。入り口前は2マス程度にしてちょっと狭めに。飾り付けたら1マスになるのですれ違えない不便な通路になります。案内所からたぬき商店へ続く道は少し幅広にして誰でも通れそうな雰囲気を出していきます。正面の崖を隠していきます。石造りのキッチンの裏側を使ってレンガの壁にします。大きさもちょうどいいんですよね。見えないところは石の節約のために西部の街並みを置いていきます。奥の道路まで水を広げていきます。この部分は奥の道路を作ってからどんなものを作ろうか考えるので何を作るかは未定です。とりあえず西部の街並みを置いていきますが変える可能性しかない場所です。反対側も同様に西部の街並みを置いていきます。木の色に合わせましたが白でも良かったかもしれないですね。橋を少し大きくしていきます。天気が悪かったので別日にして桟橋の足をつけていきます。その後砂の道を敷き波をつけていきます。桟橋はなぜ木なのか調べてくださった方がいらっしゃって木なのはなんとメンテナンスしやすいからだそうです。しかも水から浮いているとのこと。波の形を作っていきます。人類は賢くなり新しい物質コンクリートを手に入れましたが結局今まで使っていた木が最強だったと気がついてしまったわけですね。何でもかんでも新しいものが良いとは限らなかった例ですね。ちなみに水に木の部分はついていないので私が描いたマイデザインの足部分はプラスチックか金属ということにしておいてください。たぬき商店の周りを飾り付けていきます。右側は簡易ガスステーションなので給油機を置いていきます。住民たちが船の給油に来る場所ですがこの海はどこにもつながっていないので難易度高めの給油を強いられます。ペグとロープを使って簡易的な柵をします。住民は海側からやってくるので意味のない柵です。空き缶カリンバを簡易灰皿に見立てています。この島唯一の喫煙所ですね。早速たしなみに来たレベッカちゃんです。右側は少しおしゃれな感じにしていきます。白いレンガの壁を目立たせたいので島と練り子以外の家具は白で統一します。リサイクルペーパーを英字新聞にリメイクして海辺な感じを出していきます。橋に丸太の杭を並べて生地の端に。今回のオランジャ島で本物の橋が出てくることがあるのかと疑問ですね。マイデザインの間にいい感じに橋を埋められる器用さがあればなぁと思ってしまいます。川や海の色とマイデザインの色を合わせたから意外といけそうな気もしていますがまだ手を出せていないですね。葉っぱなどを散らして海をちょっと汚していきます。ちょっと汚れている方が生活感出ますからね。砂浜の端処理をしていきます。雑草が伸びてくれることを期待して端に植えます。毎度お得意の麦畑。草の間に石を置くことを覚えてレベルアップしていますね。石が置けるのも石を恵んでくださった方のおかげです。遺跡の腰掛けは汚れた石のような見た目で結構砂浜に馴染みます。ブラウンにリメイクがおすすめです。花を運ぶ船を作ります。園芸ワゴンを後ろにつけるだけですがジェットスキー感が出て好きなんですよね。
崖の間に橋を架けたいので丸太の杭を使って疑似の橋を作ります。4マスにしないとパーゴラが邪魔で通れませんでした。次回作では崖の間に橋が架けられるようにならないかなと思っています。この辺りは今後の動画でさらに作り込んでいく予定の場所です。これで完成です。大きな海を作った時にちょっとこの辺り斜めにしておくねといったところをしっかりまっすぐにしていきます。前言撤回、朝礼母回、2点3点していくのが島クリエイトです。過去の私に申し訳なくなりますね。今作っているのは道路の脇にある展望スペースです。まだ展望スペースを作る基礎段階なので何を作っているのか全然見えてきませんね。展望スペースはこの島初の3段目になるのでオランジェ島で一番高い場所になりますね。展望スペースは見渡すだけの場所なのでかなり小さめです。2段目は道から 5×5 マス、3段目は 6×4 マスの小スペースです。広い展望スペースを作ってもよかったのですが、右側のスペースを圧迫してしまいそうなので小さめです。大規模クリエイトしすぎて島の横幅足りない問題が起こりそうなんです。海を作りすぎないようにしようとしても見栄えのためにほぼ海のマイデザインを敷いてしまう、そんな衝動に負けてしまっています。展望スペースの右側はちょっとした崖を作ろうと思っています。前に山を作った時の経験を生かしていきたいですね。前回山を作ったことで山が見えてきたような気がしています。展望スペース作りですね。2段目は横6マス必要でした。早速前言撤回です。海に近い山を削って展望スペースにしたという設定なので、今回は崖肌が見えていてもいいかなと思っています。展望スペース入り口に砂のタイルを敷きます。とてもありがたいことにマイデザインを好きと言ってくれる方が多くて本当に嬉しいです。4年前に描いたマイデザインに比べてかなり詳細にマイデザインが描けるようになってきました。それでもまだまだ描けないものなどはありますが、描くときにちょっとうまく描ける気づいたポイントなどをお伝えできる動画を作りたいなと考えています。木のマイデザイン以外で描き方やポイントが知りたいマイデザインがあったらぜひコメントをお願いいたします。柵を新しく付け直していきます。展望スペースに上がる階段を作ります。たった数マスに階段をつけるなんて贅沢すぎるだろうと思いつつつけました。欲望に勝てないみたいですね。展望スペースにマイデザインを敷いていきます。4段目が作りたかったのですができないので階段のマイデザインを敷いて疑似の4段目を作ります。2段目にフェンスを置いて落下防止対策をしていきます。柵をつけたいけどマス数を増やしたくない時にぴったりなアイテムですね。正面は手すりを置いて撮影の時に邪魔にならないようにします。こちらはキューブライトです。2段目のフェンスと3段目の手すりの高さがほぼ一緒なので揃っていて気持ちがいいです。展望スペース周辺を飾り付けていきます。道路の脇道にこういうスペースがあったら寄ってみたいなと思えるスペースになるようにしていきます。駐車場がないので自転車が徒歩限定ですけどね。鉄の柵をどんどんつけていきます。この柵のために毎日岩を叩いて暮らしています。色をつけすぎないように大きな家具は白黒系で統一します。紅葉樹最大サイズを植えています。成長の芽がいらないのになぜか幼木を埋めるメイシー。彼女は最後まで気がつかないのであった。木を植えられないけど木が欲しい部分は観葉植物を置きます。砂浜をどんどん広げて他の砂浜に到達するまで広げていきます。到着しても手が止まらず砂浜を拡張し続けます。崖にちょっとした木の群生地を作ります。日本の海は特に崖下と海の間に木や草などがあることが多いのでそれを再現していきます。後ろと右側は少し小さめの木にしています。山の形になるべくなるようにしています。左側の海とつなげていきます。いつも通り波の輪郭を作ります。
崖下は海が崖に当たっている風にしたいので、まっすぐ波を敷きます。透過されていない海のマイデザインをたっぷり貼ります。横の道路から縦に10マスくらい崖を作ります。道路幅は7マス、ちょっと広めの道路です。前に崖に道路を作った時は崖幅を広くするのが面倒で小さな道路にしていましたが、今回はドーンと大きくオランジ島の観光名所にしたいので、みんなと集合写真撮れたらいいなと思って広めです。良い道幅になりました。縦の道路は横7マス、縦に10マス、ノンストップで作業すれば8分くらいでできます。作った崖に道路のマイデザインを敷いていきます。まずは道路の側道的な縁石のようなものを敷いていきます。後で柵を立てるので私的には必須ですが、道路幅をこんなに取れない場合はこの縁石部分だけ削って外側にフェンスをつけてもいいかもしれません。マイデザインの道路の構成は縁石、白線、無地、中央線、無地、白線、縁石の順番ですね。道路を作るだけでシンメトリーになるので気持ちが良いデザインが勝手にできてしまいます。あとご質問をよくいただくのですが、私が作ったものを真似したりそのまま作ったりしても大丈夫なので、気軽に楽しくあつ森ライフを楽しんでいただけたらなと思います。横向きの横断歩道のマイデザインは投稿してあります。真似してもらえるほど私の島クリエイトは良かったのかと嬉しくなるのでガンガンやっちゃってください。こんなの作ったよと SNS とかでメンションをつけてもらえると画像のような感じで喜んで見に行きます。ちなみにこの橋のモデルは角島大橋です。縦の道路ができたので横の道路とつなげていきます。縦と横の道路がちょうど交わる部分は中央線をつけないようにします。つけると不自然な感じになるので注意です。道路を閉じていきます。この道路に全てマイデザインをノンストップで敷くと8分かかりました。崖と合わせて16分くらいでできちゃいますね。道路の端くらいまで全て海にします。道路の右側も同様に水浸しに。後で変えるかもしれないのでとりあえず全面水浸しです。横の道路付近は砂浜を敷いて浅瀬感を出していきます。崖っぽさを出すために洞窟を置いて不自然になりがちな箇所を隠していきます。洞窟を囲うように波をつけて洞窟に波が打ち付けているようなイメージで敷きます。灯火のマイデザインを貼り付けます。海にアクセントをつけます。手前の方は葉っぱを、波のきらめきは全体的につけ、島の奥の方を少しだけ多めにキラキラさせます。海ができました。島の大半をマイデザインで埋め尽くしています。道路をぐるっと囲むように柵を立てていきます。たくさん使うのでフェンスよりコスパがいいかもしれません。島の右奥は更地化していないのでいつも背景が汚いですね。横断歩道は塞いでいくスタイルでやらせてもらっています。歩行者信号機を横断歩道の左右につけます。左右で点滅がバラバラなので危ない信号機です。車は白と黒系でまとめて奥に行くにつれて小さい車になるようにします。崖幅で奥行きを出せない分、車の大きさで遠近法を使っています。R な街灯を置いて夜でも走りやすいように。丸い街灯でも可愛いのですが、こちらの方が高速道路っぽさが出て好きですね。海に続く先の見えない道路ができました。最初に左上のエイブルシスターズ横から順番に整備します。と言ってもいつも通りマイデザインをたっぷり敷く感じですね。崖の真下はタイルを敷いて水の影をつけやすいようにしていきます。家具によって幅が違うのでいい感じにマイデザインの影がつけれないんですよね。ここにお店を作るので少し多めにタイルを敷きます。水の影の位置がおかしくなるといくらファンタジーといえど違和感だらけになるのでそれを防止するためですね。水のマイデザインをどんどん広げていきます。たまに片付けのことを頭によぎりながらもマイデザインを敷く手が止まりません。さら地下機能本当に欲しいのでたぬきに願掛けをしておきます。
木の板を縦にまっすぐ敷いていきます。木の板は新しく描いたマイデザインです。以前描いた横向きの板も合わせて描き直しました。この辺りに秘密のお店を作っていきます。船でしかここに行けないのでそう言っていますが、普通の花屋という設定です。船でしか行けないという話題性だけでやっていくのは大変そうですね。西部の街並みを道路の崖を隠すようにたっぷりと置いていきます。道路側から写真を撮るときに西部の街並みが見えていないか不安だったので確認してきました。結果撮り方次第では見えましたね。逆を言えば撮り方でなんとかなるので支障はないものだと信じています。足りなかった崖を補充します。この道路オランジェ島をしっかりと横断していく予定です。夢中で横に道路を伸ばしていたらすでに島の7割くらい横断していました。右の道路の端はもうすでに何を作るか考えてあります。それもかなり大規模クリエイトになりそうなので作るのが楽しみですが、想像通り作れるのか不安ですね。島クリエイトは好きだけど得意ではないので、イメージ通りいかない方が多いんですよね。どうしようか悩んでいる時間も楽しいので、イメージ通りいかなくてもいいやという気持ちもあります。ここにも何らかの建物の入り口を作ります。いろんな方法で島クリエイトをすると思うのですが、私の場合、紙にラフを描く、ハピパラで作る、島で実際に作るの順番でやっています。何でもかんでも紙に書いてからイメージを膨らましてからじゃないと作れないんですよね。よかったら皆さんがどうやって島クリエイトをしているのかコメント欄なので教えてください。住宅地の真ん中に橋を架けたいので川を掘ります。オランジェ島初の川掘りタイムですね。橋でも川の音が聞こえるので一部に作るだけでちょっとマイデザインにリアルさが出せます。縦4マス横3マスの一番小さい橋を作ります。橋から1マス開けると住宅が設置できるのでぎゅうぎゅうに詰めて設置していきます。川沿いに木のマイデザインを敷いていきます。この住宅街のテーマは船でしか移動できない水路のある住宅地です。ここに4軒の家が立ち並ぶ予定で、ちなみに建て売り住宅街なので家の外観は全て揃えます。私の作る住宅街はだいたい建て売り住宅ですね。注文住宅なら家の外観を他の家と被らないようにすると思うという適当な理由です。建て売りなら景観を揃えられるメリットがありますが、誰がどこの家に住んでいたかわからなくなるデメリットがあります。だいたい覚えてないので毎回表札を読んだり、いきなりドアを開けて確認することもあります。道路を横一直線に敷いていきます。今回は自然島というより街の要素の強い島なのでまっすぐな道路が多めですね。本当は複雑な地形にしたいのですが、ちょっとそちらの才能は持ち合わせていないようです。住民たちがどいてくれません。縄張り渡る開始です。相手にされませんでしたね。諦めて川を先に掘ることにします。島クリエイト中に話しかけるとちょっとそこ工事したいの選択肢が出て住民が移動してくれないかなと思っています。橋を架けていきます。上の橋と結構近めですね。多分3マスくらいしか空いていません。道路から3マス開けて住宅を設置。住民が来ないうちにやっちゃいます。スコップで掘って目印つけて3軒目の位置を決めていきます。シンメトリーにしていくので位置は重要です。川の端は木を敷いていきます。いろいろ試した結果、中世の街並みが良さげでした。絶対にここから出れないヨットを置きます。橋が邪魔していますが別に大丈夫です。すべては見栄えのための犠牲です。左右対称になるように家具を置いていきます。無駄に多く街灯を置いていきます。こういう密集地帯は街灯が多いイメージがあるからです。夜も綺麗ですしね。川や海に葉っぱやきらめきを出していきます。葉っぱのついた海のマイデザインは公開済みです。水門をつけていきます。
水門の上に必ず家具を乗せる必要はなく、水の中や表面に何かそこにいそうな雰囲気を出す時にも使います。道路側は転落防止のために柵をつけていきます。落ちても絵なので関係ないんですけどね。住民宅の庭を作っていきます。田舎っぽさや水辺、港町感を出すときに石壁はとっても相性がいいですね。現実世界でも水辺のコンクリートのグレーを見慣れているので、厚盛りでも違和感なく使いやすいです。庭の中はシンプルに植物と飛び石のみです。ありがたいことにこの飛び石は公開してほしいとのリクエストをいただいたので公開しました。マイデザインの枠の節約のためにシンプルで季節を選ばないように作りました。公開しているコンクリートの砂のタイルと同じ色合いなので、砂浜付近との相性もいいかと思います。住宅街の奥を作っていきます。ここは住宅街の住民のためのスペースで、ちょっと癒されそうな空間にしていきます。真ん中に飛び石を敷いた後、紫のヒヤシンスを飛び石の周りに植えていきます。紫のヒヤシンスの遊歩道のような感じです。狭い住宅街を抜けると、そこは紫の遊歩道だったとこの辺りの住民に言わせたいですね。家とヒヤシンスの間に石壁を立てていきます。川にアヒルを泳がせていきます。庭セットが見栄え的にお得です。なんか気になる隙間を埋めていきます。庭っぽくアイアンガーデンセットを置きます。ちなみに誰も座れません。遊歩道の端に木を植えていきます。両サイド同じにして統一感を出していきます。遊歩道ができました。実際は川の音が流れているので涼しげな感じですね。堤防を右端まで作っていきます。さあ、ついにオランジェ島を横断してしまったこの堤防。案内所裏に堤防を作った時には全く想像すらしなかった島を横断してしまう堤防。堤防を高くしても堤防裏も表も水浸しで意味をなしていないんですよね。作る意味や意義を問われてしまいそうですが、作りたかったから作った。ただそれだけのために存在します。前に視聴者さんから好きなことを島クリエイトしている姿を見て自由に作ってもいいんだと思い、それから島クリエイトがはかどっているとのコメントをいただきめちゃくちゃ嬉しかったです。私の自由な島クリエイトが誰かの背中を押したんだ、よかったと安心した瞬間でもありましたね。ここに駄菓子屋を作るために縦側に拡張します。縦10マス横10マスですね。横は作業しやすいために大きめに作っていますが、後で削るので最終的には8マスになります。島クリエイトで小さく作りすぎてよく後悔するので、初めから大きめに作ることをようやく学びました。駄菓子屋計画としては、手前にシベリアの駄菓子屋、奥にシベリアの住居と森という感じです。駄菓子屋ということもあって今までと雰囲気を変え、ノスタルジックな雰囲気にしていきます。今回はシベリア宅のリフォームはしませんが、後に住民宅レイアウトをまとめ動画で公開する予定です。ちなみに横に映っている家はフランソワちゃんのお家です。砂浜から砂浜へ移住してもらいます。住む場所は決まっていないオランジェ島の住民は残すところあと3名になりました。砂浜で砂になりながら生活してもらっています。掃除が大変そうですね。前に作った道路から右側に道路を拡張していきます。駄菓子屋の前までは引っ張らずに崖の角まで引っ張ります。この時の私は後で崖を削ることを失念しておりまして、崖の角の位置を間違えております。動画の進行上こうやって間違えられると見てる側がわからなくなるのでやめてほしいんですよね。と過去の自分にそう思いながら編集しています。住民宅の場所決めのためにレトロな停留所を置きます。こういう時はかなり慎重です。駄菓子屋の横幅を最終決定させていきます。住民宅から一マス開けたところですね。横幅を決めたところまで先ほど伸ばした道路をさらに伸ばしていきます。間違えた箇所をしれっと直していっています。
駄菓子屋前は土の道を敷いて古い感じにします。ノスタルジックな雰囲気作りですね。裏側から作っていきます。落ちないように毎度おなじみ石壁を立てます。盆栽棚を置いて昔っぽさを出しつつ、西部の街並みを2つ置いて家が奥まで続いている風にします。ケロケロケロッピな廊下で縁側を再現。アミーボ限定家具ですね。家の裏に木を植えて森感を出していきます。田舎だと裏の山は自分の土地とかよくあるので、それを再現する感じですね。つまりシベリアさんは土地持ちの地主的な立場ですね。サインランプを置いて24時間強制オープンさせていきます。手抜きつもびっくりの24時間労働です。地主のシベリアさんには逆らえないので、どんな営業してても何も言えないんですよね。広葉樹と針葉樹を混ぜながら植えて、低木もたまに植えていきます。忘れていたドーナツ丸椅子。サインランプの緑と合わせて対角線上に置いてバランス調整をします。ここの石壁部分は今後変更するかもしれませんが、今日の見栄えのために柵を立てます。鉄の柵も伸ばしていきます。いらない崖部分を最後の1列は残したまま削っていきます。森を作るので後ろに4マス崖を足して左側に崖1列を作っていきます。木を入れるのにぴったりぐらいになるようにしています。前に作った海の砂浜をつなげます。右に行くほど海が深くなる想定なので砂浜は少なめにします。波を崖までつけて海側には波をつけません。灯火の海のマイデザインを敷き詰めていきます。オランジェ島はほとんどがこのマイデザインで埋まっていますね。本日主役の海に少しだけ使った線路。現実世界ではあまりこういった線路がないので描くのに苦労しました。海に浮いている線路でワンピースの海列車みたいな構造ですね。木の部分が咲く水に浸かっていて、レールが表面に近い感じです。カーテンを挟むようにシンプルなパネルを置いて、その前に遺跡のアーチを置きます。右の崖はコンクリートの擁壁にしています。そんな擁壁で大丈夫かと心配になるくらいの薄さですね。崖とぴったりくっついていないので、なおさらシベリア山地が心配です。崖上の森を作っていきます。手前は小さめな木を植え、奥に育ちきった木を植えます。3段目を作らず山の傾斜を表現するためです。木の根元に低木などを植えることで森感が出やすくなるので、積極的に根元を隠していきます。山を作った時の経験が生きてきたようですね。針葉樹と広葉樹の位置を変えます。山を作った時の経験とはまだ浅いようですね。見えないけど気分的にシェフレラを置いて麦畑を量産していきます。手前は変化をつけたいので生垣を立てていきます。狭いので一旦縦向きに立て、また柵をしまうことで横向きの柵にしていきます。崖肌が見えると非常に微妙なのでツタをかけて隠していきます。広間の基礎を置いていきます。その後ろは風呂場車。なんで屋根紫と思いながら使っています。線路横に電柱を置いて画線中に見立てていきます。これがあると現実っぽくなりますね。葉っぱや波のきらめきなどを海に貼り付けていきます。利便性を捨て柵を立てていきます。すべてはその日の見栄えのためですね。作るといってもシンプルなパネルを並べていくだけ。特に何も話すこともないくらいです。前回は駄菓子屋と海列車を作ったので、今回はこの先に駅を作っていきます。海の線路は配布しようとしてなかなか調整がうまくいかず、配布までもう少し時間がかかりそうな予感がしています。木のマイデザインと同じ現象ですね。マイデザインは越えられない壁っていうものが存在するので、その壁に阻まれている感じです。気分で影をつけます。住宅街の真横に線路を作ることになってしまったので、かなり騒音が気になる土地になってしまいましたね。電車が通るたびに家は揺れ、水音や機械音、乗客の乗り降りする音、そして駅のアナウンス。
便利な土地と引き換えに静かな環境は手放させてしまいました。駅徒歩1分の好立地、通勤通学に便利です。こんな文章が書いてありそうな売り出し方されていそうです。住宅街から道を伸ばしていきます。縦に敷いた白いコンクリートから右側は駅になる予定です。駅の入り口はだいたい階段があるので、階段のマイデザインを貼っていきます。駅構内は全面コンクリートタイル張りです。昔駅近くの物件に住んだことがありますが、駅の音楽が一生流れてくるのでノイローゼになりそうでした。仕事が休みの日まで電車のアナウンスと到着のメロディー、今見えている順訓状態ですね。住んでいるうちに結構慣れましたが、それでも静かな環境の方が過ごしやすいなぁと思うこの頃です。オランジェ島の海列車は多分本数自体は少ないと思うので、徒歩の方が早い説ありますね。しかも今の時点で電車の行き先不明。北側に NS ロビーとか作ったらいいかもしれないですね。そもそも住民たちは裁判を起こすほどの事態に陥っているのかと考えましたが、思い当たる節しかありませんね。島クリエイトなので迷惑をおかけまくりですからね。駄菓子屋の前に階段を設置したいので、石壁を一部撤去。北側の改札口に向かう階段を設置していきます。まずトンネル部分になる部分に黒いカーテンを置きます。岩肌が見えていると擁壁っぽくなくなるので、シンプルなパネルでコンクリートリメイクしたものを置いていきます。こちらのトンネルはお城の門で作ります。整備されている感を出すときにはお城の門ですね。北口改札の外側を作っています。駅だけど改札の外ですね。お城の門で囲うようにして出入りする範囲を限定します。検査装置は改札機に見立てています。縦長の土地は手前と奥を作ってから真ん中を作るようにしています。お城の門、パーゴラ、左右にレトロな停留所を置いて、真ん中に検査装置を2台置きます。検査装置はモニターが映らないよう裏側にしています。真ん中を作っていきます。受けさらしの駅なので時計は地面から生やす式です。パブリックベンチを置いて公共機関っぽく、駅にありそうな家具ナンバーワン争いをしていそうです。無賃乗車を防ぐために砂浜からの侵入を防いでいきます。柵が低いのと有刺鉄線ではないので攻撃力は低めです。現実なら無賃乗車され放題でしょうね。ATM を発見機に見立てていきます。マイル家具の最高級品を外に置いて大丈夫かと心配になります。線路に飛び出さないように柵を立てていきます。フェンスを車止めに見立てています。道が中途半端になってしまって見栄え的に悪いので違うものに変えていきます。階段のところから駅ということにして道は水の縦ラインで区切ります。コンクリートタイルを敷いて外も駅と一体感が出るようにします。水を汚して生活感を出します。敷いている途中でこれ普通の線路で良かったんじゃないかと頭をよぎりましたが、マイデザインの枠的な問題で水の線路にするしか結局のところなかったですね。駅のホームと被らないように電柱を立てます。グレーチングを敷いて柵を立てても違和感がないようにします。違和感がありますが OK です。乗車位置がわかるように適度に間を空けながら立てていきます。多少は違和感がなくなってきました。駅のホームより住宅に近いのが気になりますね。奥のプライベートビーチまで走ります。本日怪しい船が止まっていて治安が悪いですね。そんな船を横目に2段目を作っていきます。縦が5マス、横が多分25マスぐらい。最初は18マスを目安に作っていますが、後で増やしたんですよね。単純に計算ミスをしています。この2段目にオランジェ島の余り住民宅を3軒建てるので大きめに。
1つの住宅街につき横幅が4マス必要なので 4×3 で12マス。さらに住宅同士は1マス空ける強制があるので12プラス3で15マス。そしてさらに中世の街並みを住宅の前に2つずつ置くので、だけど住宅部分と重なる部分あるしで混乱し始めて、なぜか18マスに。絶対足りないのにどうしたと編集しながら自分の頭を疑っています。わからなかったらとりあえず作る。当たって砕けろ精神です。飾り付ける前に何でもかんでもマイデザイン。後で片付けながら敷くのが面倒なので先にやります。今までで一番複雑な街づくりなので、いろいろと手探り状態で作っています。住宅を中世の街並みで隠すので置いていきます。ハリボテ建築ですね。カラフルにしたいので色を分けていきます。中世の街並みに合わせた住宅を設置していきます。色は同じではありませんが近いので OK です。続きを作っていきます。同じ色で住宅を挟んで、その隣は別の色を。そしてまた住宅の設置。ロボに黄色のイメージは全く持ってありませんが、住宅の外観は都合により黄色です。本人の性格や外見からこんな外観に住んでいるとは思えませんね。天気が珍しくいいので、このままできる限り全ての作業を行っていきます。横に7マス追加ということで横幅は25マスですね。オランジェ島はすでに梅雨入りしているので、だいたい雨なんですよね。だから本当に珍しいお天気です。撮影のために晴れの日を選んでいますが、最近はだいたい曇りだったので諦めていたので嬉しいです。現実だとかなりの雨女なので、晴れには特別な思いがありますね。家具の画材付けのためにマイデザインを敷いていきます。家を挟むように同じ黄色の中世の街並みを、お隣さんはまた違う色にします。住宅が来る予定なので2マス開けて赤レンガの中世の街並みを、その隣はまた違う色を置きます。ドアの部分になるところを3マス開けながら敷いていきます。お借りしているマイデザインの詳細は概要欄をご覧ください。3マス部分には階段のマイデザインをつけ、ドアへ向かう足がかりにします。苔の生えた汚いタイルを敷いていきます。新作のタイルですが汚いので公開予定は今のところありません。上の中世の街並みの色と合わせて西部の街並みを置いていきます。階段のところはシンプルなパネルを、ドアとツタのマイデザインリメイクしたものを。ツタのマイデザインは現在調整中です。カラフルでもまとまりやすくするためには、隣同士で補色、反対色、同系色にするといいのですが、専門的な話になりすぎるので、気になる方は色相関で調べてください。この住宅モデルはデンマークのコペンハーゲンにあるニューハウンです。カラフルな街並みが可愛くて、いつか行ってみたいですね。気軽に行けないので Google ストリートビューで練り歩きます。それぞれの家がお店になっていて、フランスはちゃんちゃがカフェ、ロボのお家がお酒をたしなむバー。これは住民の性格を考慮しています。誰も座れない椅子を置いて、一応メニュー表、クリップボードを使っています。お店の入り口は華やかに、バーっぽくないなぁと後で思いました。赤いレンガのところはメープルちゃんのお家が建つ予定です。メープルちゃん家はパン屋さんです。デンマークといえばデニッシュらしいので、メープルちゃんにぴったりですね。防犯のために入り口は塞ぎます。観光客が多いところは何かと不安ですからね。防犯意識高めのメープルちゃんです。ニューハウンは街に水路があるので水路を作っていきます。もっと段差の目立つものをマイデザインで新しく描こうと思いましたが描けませんでしたね。海を分断する道路と奥の町までつなげていきます。道はまっすぐつなげずに右から迂回するようにつなげます。ここの壁は手前の駄菓子屋からは見えない位置になっています。結局この横幅は最終的に5マス広げたので合計で30マスになりました。住民がすぐ降りられるように階段を設置します。横30マスなのでかなり横幅広めですね。最初に18マスで足りると思っていた私の見通しの甘さにびっくりしますね。水路を広げていきます。なんなら昔作った海につなげて大航海時代に突入します。ここの道路は派手派手にはせず、ただ通り過ぎる円形を楽しむだけの道路にしていきます。なのであんまり道幅は大きくしないようにします。大きな車道から狭き道へ、しかも U ターンも禁止されているので一度踏み入ったら最後。
生身で高速道路を走り抜ける自転車またはバイクが正解ですね。カエル要素のあるところはシンプルにして作業中の負担を減らします。落ちないように白いコンクリートに柵を立てていきます。柵が前面だと不便なので途中で一部だけ開けておきます。今更不便だと気づきました。倉庫にあった適当な車を置いていきます。柵の代わりにフェンスを置いて柵のマンネリを防ぎます。同じ家具ばかりだと飽きるんですよね。と言いつつ同じものを置いていきます。色違いなのでセーフですね。水の部分に水紋や葉っぱ、波のきらめきなどをつけていきます。この時のコツは何も考えず手が動くままにつけることですね。みんな大好きなデコイちゃんを置いていきます。特にメイさんからの熱い思いがすごいことになっています。マイデザインを敷きつつ中世の街並みの位置を調整していきます。先ほどまでは崖のギリギリ部分に設置していましたが、次は住宅にくっつけるように置いていきます。住宅と住宅の間の部分には何も入れません。こだわる方は横長の展示ケースがおすすめです。見えない部分はこだわらない派なので私は開けません。シンプルなパネルを置いていきます。いつもと同じようにライトグレーの枠にデフォルトのリメイクにあるコンクリートを使っています。歩くと壁が固まる、そんなイメージで置いていきます。見えるところだけを隠す精神で生きています。半マスだけ崖肌が見えているのでこれをシンプルなパネルで隠していきます。西部の街並みを戻して島とネリコの代わりに植物のパーテーションを置いてマスの調整、街灯も移動させたらよかったですね。ということで端まで全てできたので完成です。博物館も2段目に設置したいので2段目を作っていきます。前に作った30マスの段差からさらに横へ12マス、縦8マスの段差を作ります。18マスだけ作ると建物を作る動画で言っていたのに結局42マスの段差を作っていて笑いますね。横がヨーロッパ風な建物、その隣に博物館という名の神社を作るのでかなり混沌とした文明を持つオランジェ島です。オランジェ島は多神教なので何でも OK。 水浸しっていうことを守っていれば何を作っても許されるファンタジーの世界です。水浸しの世界をもっと作りたいのに島の面積が足りなくて困っています。オランジェ島が完成したら単発クリエイトで水に関する作りたかったものを作ろうかなと考えています。今回のこのテーマだとやりたいことが多すぎるので困っちゃいますね。作りたいものがある嬉しい悲鳴、そして土地が足りない悲痛な悲鳴を同時に上げています。木を植えられるように3マス開けて目印をつけます。掘ったところの真横になるように博物館を設置。神社は石畳だったり砂利が敷いてあったりするのですが、そんなマイデザインは持っていないのでデフォルトの石畳を使っています。まだまだ甘い計算で2マス足りなかったので先に足しておきます。誰か名士に大は小を兼ねることを教えてあげてください。お城の門、西部の街並み、シンプルなパネル、シンプルなローパネルの順で置いて和風な感じにしていきます。シンプルなパネルは神社で検索したものを使わせてもらっています。ツタのマイデザインは調整が終わったので投稿用の画像を作ったら公開予定です。クオリティ的な問題があったのでかなり迷いましたがついにですね。針葉樹を左右対称になるように植えていきます。神社などはシンメトリーが多く、それをベースにちょっと動きを出す感じで左右非対称の部分を作る、こんな感じで作っていきます。狛犬はあえて向かい合わせません。石の階段をだいたい真ん中くらいになるように設置します。神社はだいたい森とセットなのでもう少し木を足していきます。特定の時間のみ海を渡れる道を作りたいので砂の地面を作っていきます。それを眺める高台を作ります。干潮の時間のみ現れる道を渡ってお参りに向かうという感じですが、オランジェ島の住民は海の上を歩けるのであまり関係ないですね。
奥の階段と一直線になるように階段を設置。手前の木が邪魔で何も確認できませんけど OK です。今回はめんどくさがらずに残っているところを全面砂地に。やるときはやります。いい感じの輪郭を作るコツは、蛇が張った後のようにうねうねさせるイメージで敷くことですね。片方膨らんでいたら反対側はへこますイメージで、砂浜が2マス程度見えている感じです。全面水浸しにしていきます。いつも通りの作業ですね。カットします。崖肌をシンプルなパネルで隠していきます。こういう時にレンガプラスツタのマイデザインが役に立ちますね。1箇所にしか使わないマイデザインを描くともったいないお化けになるので、一度描いたら使いまくります。松や植物はシンメトリーになるように並べていきます。階段ギリギリに家具を置けることを初めて知った4年目です。海に木を生やします。海に木が生えているところはほぼ見たことないので、この辺りはファンタジーですねと思って調べてみたら、世界には湖や海、沼などに生える木があるのでファンタジーじゃなかったっぽいです。現実は小説よりきなりということですね。木は最大サイズから L サイズへサイズダウン。体型もこんな感じでパッと変えれたらいいなと思ったりしています。余っている土地を飾り付けます。余った土地はアシンメトリーにしていきます。神社っぽくなってまいりました。海の両端の処理をしていきます。左側にある崖肌が見えないようにしたいので木を植えて隠します。木の高さは L か M くらいだとちょうど崖肌を隠してくれます。松はいろんな高さに葉っぱがついているので隠しやすいですね。どうしても見えるところはつるを引っ掛けます。麦畑の根元は石で隠してちょっと自然っぽく。反対側も左と同じになるようにレイアウトをしていきます。こっちは崖肌より海の終わりを隠したいですね。砂の地面が見えないように麦畑を置いていきます。ちなみにこの麦畑は一番緑が濃いやつですね。松と色を合わせています。マイデザインと草地の間を草で隠します。隠したい時はとにかく草。何でもかんでも草を置いておけばなんとかなります。何も考えずに草などを水面につけていきます。厳かに石畳にします。神社っぽく厳かに。低木を植えていきます。多分赤い椿を植えたような気がしていますが、記憶が定かではありません。神社側も少し変えていきます。こちらも低木を生やします。これはオレンジの金木犀ですね。この時はきちんと記憶を保っています。育てたけど灯籠を置きたいので撤去。後で撮影外で神社周りに植えておきます。石を寄付してくださった方のおかげで今日も島クリエイトがはかどっています。竹垣を立てかけます。寄付してくださった皆様本当にありがとうございました。ちょっと神社が見える椅子を置いていきます。これで全て完成です。今回は砂浜にあるキャンプサイトにしたいので、広い範囲を砂浜にしていきます。今回は前回や前々回の反省を踏まえ、最初から大きめに作っていきます。大は小を兼ねる、備えあれば憂いなし、こだまる先の杖。4年目にしてようやく身をもって理解してきましたね。横16マス、縦14マスです。この幅であれば案内所裏の堤防から見えないので安心して作業が進められます。カメラが回っていないところでどの位置なら見えないのか何度も走って確認してきました。住民からの評価はいつも走っていて元気ねだそうです。これが京言葉ならすごく嫌味を言われているなぁと感じるこの頃です。大人になると考えすぎてしまうので会話も身構えますね。4分の1くらい砂浜になってきました。ちなみに風は季節の変わり目に必ず引き、その度にデスボイスになります。強い薬で一気に風邪を治すとだいたい声が出なくなることを最近学びました。なかなか話すこともなくなってきたのでカットします。縦のコンクリートで崖と砂浜の間の緑を消します。苔
崖のタイルはかけ直して淡い感じに仕上げています。前にとりあえずで飾っていた家具を片付けて、マイデザインでリメイクしたシンプルなパネルを飾っていきます。あとはさっきの状態に戻すだけ。左の崖は黒色のフェンスで隠していきます。キャンプサイトの場所を決めるために木を植えていきます。木の前側にキャンプサイトが来る感じですね。キャンプサイトも普通の家と同様で、一マス開けないと木が植えられないようになっています。よく忘れがちな成長止めの木を植えて、木から一マス手前の部分にキャンプサイトを移設します。常吉ビーチに向かう道は草を生やしていきます。シアン丸めに海賊の樽を置いていきます。本当は色で採用されただけです。横向きの樽は海賊マークを隠して治安をよく見せます。サイズを間違えていたので M から L へ。海岸沿いといえばワイルドな丸太のベンチ。草は三角形になるように並べます。ラタンのラグを敷いていきます。縦方向しか作っていないのですが、調整したので投稿しようか迷っています。ラグの上の家具はダークブラウンで統一。足はなるべく黒で統一。Mac っぽいノートパソコンを置いておしゃれさもアピール。私も仕事や編集作業は Mac 派、ゲームは Windows 派ですね。キャンプサイトの看板下が敷けなくて悪戦苦闘しています。いろいろ試した結果、斜めからはできなくて、一旦下の砂を消してからまた連続で道を作ると敷けました。木のバランスを取るためにテントの左下にも木を植えていきます。こちらの木のサイズは M と L です。ご飯スペースを作っていきます。米と焚き火でなんとかするスタイルでやっています。マイデザインの新作の停留ロープ、いつか投稿予定です。そうやって言って投稿してないものがたくさんあります。キャンプサイトをぐるっと囲むようにして波の輪郭を作っていきます。全部まっすぐのにしてしまうと違和感の方が大きくなってしまうので、角パーツも入れながら輪郭を作ります。輪郭が全部できたら今までに作った海とつなげていきます。波のきらめきはつけすぎているので後で調整しています。砂浜のところは海より少しだけ土地が盛り上がっている風にしたいので、石を中心に置いていきます。中段とか作れればよかったのですが、それができないのでできる限りで表現します。ボートっぽいものの代わりに石の水受けを飾ります。茶色っぽかったらなお良かったですね。奥の方は草を中心に飾ります。波打ち際に貝を置くとそれっぽさが増すのでおすすめです。本物の海とつなげていきます。境界は麦畑で隠します。これで完成です。今回は小さなお店を岬に作っていきます。まずは適当に置いたところから片付けます。想像と破壊の始まりですね。横4マス、縦3マスの崖を作ります。後で解説しますが、お金に余裕のある方はこの崖はなくても OK。私は崖を作りたいので作ります。回収したフェンスを崖の北側へ設置。苔の生えたタイルを下地として貼り付けていきます。このマイデザインは投稿済みです。横長の展示台の白を後ろ向きに2つ並べます。次はシンプルなパネルを2つアクセントとして並べ、お店の入り口も作ります。その前に観葉植物で雰囲気作り。メニューを置いてお店っぽく。雰囲気にそぐわないものは片付けます。ちなみに何のお店かといったら多分カフェです。海のテラス席を作るために木を敷いていきます。島クリエイト中に住民が来ると縄張りバトルに発展しないかハラハラします。先に手を出すのは住民、そこに挑むのがメイシです。よくサッチは島クリエイト中に来るので私のこと好きすぎだろうと思いながら作業を進めます。テラス席への入り口のシェードの代わりに石造りのキッチンを置きます。キッチン部分が見えないように左右をシンプルなパネルで隠してガラス張りのドアを置きます。フェンスの代わりに手洗い場を置いてお店と馴染むように白色を後ろ向きに設置。シュフレラを撤去し下種リコにチェンジ。お店のドアを照らすライトを置いてお店の外観の完成です。カントリーなローボードを置いてクッションを上に置いて背もたれにウッドパーテーションを置くことでベンチに見立てていきます。
間が目立つところは手前に家具を置いて目隠し。このベンチ風のものを3つほど作ります。ベンチ風なので実際には座れません。クッションを置いたら座らせろと思ってしまいますね。真ん中にシマトネリコを置いてウッドパーテーションで閉じます。対角線上にいろいろ置いてバランスを取りたかったのですが、意外と通れなかったので紆余曲折あり、このレイアウトです。バランスの悪い空白が気になるので後で変えるかもしれません。VIP 席を作っていきます。ラタンのラグを置いてリゾートっぽく、2組様のみのご案内となります。くっちゃ寝ができる席、それが VIP 席ですね。一日中くっちゃ寝してもよし、海に入ってもよし、日焼けしてもよし、お金さえ払えば手に入る幸せを味わえます。イケメン付きの VIP 席、ぜひご予約をお待ちしております。次はお店の屋上を作っていきます。屋上は道に面しているので屋上庭園を作ります。お店が白メインなのでお花も白メインです。スズランはシーズン1の時に咲いていたものですね。花の苗は後ろ向きが可愛いので後ろ向きにします。 X のフォロワーさんに教えてもらった可愛いものですね。屋上庭園が出来上がり、これで岬のレイアウトは全て完成です。シャブ住民のお家周りを作っていきます。まずは2段目の拡張工事から、北の海まで2段目を作り、ついでに3段目も作ります。ここの場所を何を作ろうか悩みに悩んで2週間ほど悩みました。思いついたものは数知れず、闇に葬り去りました。何回も作り直したは消し去っています。何かあったけど何もなかったことにしています。結局悩んだ末にたどり着いた答えは、階段を使い切ろうという答えです。途中でケチって階段をつけるのをやめたりしたので、2個ほど余りがあるんですよね。2個もあれば複雑なものができるのではと考えましたが、シンプルになります。3段目は4マス程度と少なめです。もはや3段目と呼ぶのか疑問な大きさです。空に続くスロープを設置します。最後だからできる贅沢な使い方です。普段の私ならもったいないなと思って絶対にやりませんね。ついでにサム住民を1年越しに叩き起こして移設作業をしてもらいます。収納量がまだ少なかった頃に作ったサブ住民ですね。今は5000まで収納があるので、なかったことにされている住民です。移設が完了しました。不要な崖を削り、マイデザインをたくさん貼る作業をしていきます。階段周りを削っていきます。本当は崖はギリギリまで削りたかったのですが、なぜか1マス残さないといけない制約がありますよね。次回作ではギリギリまで段差が削れるようにと祈りを捧げます。こんな感じになりました。飾り付けをしていきます。これだけのために描いた白い木のマイデザインを敷きます。一番奥にドアを置いてどこかにつながるようなファンタジーなフォトスポットができました。緑の地面に海のマイデザインを貼って奥の海と同化させていきます。不自然ですがいろいろ試した結果、一番望んでいるイメージに近かったので OK。 1段目にも海を作るので馴染んでくれることを願います。オランジと最後の階段の設置です。階段を使い切ったのは4年目にして初めての出来事です。キャンプサイトで作った海、案内状裏に海を作った時のものとつなげていきます。更地にする時がかなりめんどくさそうと思いながら敷いています。石が生息する場所は周りに波を作って小島風に、素材集めのためにこの石は活かします。海を作る下準備として砂の道を家の周りに敷いていきます。このサブ住民宅は海辺のカフェにしたいので、カフェっぽいような雰囲気作りをしていきます。砂浜は大きめに敷いて後で敷かなくてもいいように、大は小を兼ねるということでやっていますが、大体フラグですね。スロープから左側の海までをつなげていきます。この道路を使うのも最後かと思うと寂しいですね。乾いた感じがお気に入りの道路です。左の砂浜は青バラを捨てることができないのでそのままです。珍しいお花って絶対に捨てられないんですよね。
この花と草のマイデザインはお借りしたものです。パールの水車小屋を作った時にお世話になったマイデザインですね。敷くだけで可愛くなるので可愛いもの好きな方におすすめです。お借りしたマイデザインは概要欄にありますのでぜひチェックしてくださいね。下に見えている海は山を作った時に敷いた海でこれをつなげていきます。この岩は邪魔なので消します。橋処理が難しいので後で隠す前提で波を作っていきます。道から家までタイルでつなげていきます。リゾート地みたいなカフェにしたいので波を作っていきます。今回のモデルは淡路島にある幸せなパンケーキ屋さんの幸せの階段というフォトスポットです。海に続く階段と扉があって素敵なんですよね。今回それを表現したかったのですがちょっと難しすぎましたね。2段目ではなく1段目に階段を作るべきだったのかと何回も考えてしまっています。砂地との境目を隠す感じで石垣を立てます。リゾート風にビーチベッドを置いて、この上のパラソル部分だけ何度欲しいと思ったことかと思いながら置いています。毎度おなじみデコイちゃん。白いリアル寄りの鳥はこれしかないので愛用品ですね。奥の海に出る前提の船を置いて貝殻を散らします。こちらに登場したのはガーデンチェア。砂浜によく似合う子ですね。飲み終わった空の瓶をテーブルの下に置いて境目は麦畑で隠していきます。麦畑以外にいい感じに隠せるものを知りたいですね。マス目いっぱいギリギリの家具ならいけると思うんですが、意外とナチュラル系統だと少ないんですよね。低木を代わりに植えるのもいいかもしれないですね。麦畑をたくさん置いていってあまり整備されていない雰囲気に。お店の横に洗濯物を置きます。現実世界ではあまりない配置ですね。洗濯物は埴輪に任せる最新型です。微妙なところは全て隠します。一部だけ階段にして場所にメリハリをつけます。こういうところにあると降りたくなるんですよね。人間の本能でしょうか。草に家具を置くとめちゃくちゃ可愛くなるのでおすすめです。手前に文字や絵のある家具があると目線が集まりやすいので緑の地面が多少気にならなくなりましたね。崖下ができたので崖上を作っていきます。爽やかな感じを出したいのでここは白メインのタイルを使います。灯台下も忘れずにマイデザインを敷きます。左側のスロープの木と合わせたいので上に続くスロープ下も木を敷きます。白い鉄の柵を立てていきます。柵を立てると奥の水が見えづらくなる気がします。家具は白系でまとめ青とのコントラストを意識します。崖上ができました。これで全て完成です。The chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.